カッとチカチカ。成長物語が好きなのかな。甘めなもの。はい。こういう便利な時代になったからこそ我慢強い人が減ってしまった。私プリキュアだったわ。人生ってわかんないな。てっ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 て。よいしょ。やっほー。こんにちは。小原の部屋へようこそ。今回はいろいろなベスト3を発表していくっていう企画になります。ただそんなにじっくり考えてきてとかをやってないんですよ。だからその場でパッて思いついたものを言ってこうと思うから、なんかウィキペディアに載せるような正確な情報ではありません。これのベスト3はこれらしいですみたいな。だからなんかその時期によって変動する可能性あるんで、今の小原はこんな感じなんだなぐらいで聞いていただけたら嬉しいなって。カラオケで歌う曲ベスト3。3位はチカッとチカチカ。そんなに歌わないですよ。プライベートで一人で行ってノリよく歌ってるわけじゃないよ。いとこの前で歌ったんですよ。てかいとこと集まるたびにカラオケに連れて行かれそうになって、勝手に入れられる。歌ってーっつって。でも2番以降あの子たち知らないから、1番まではみんななんか歌うので合いの手も入れんの。でもそれ以降わかんないから、なんかみんなおーチコちゃんだみたいになってたよ。うわーみたいな。で2位はプラネタリウム。以前小原の部屋のイベントで歌ったことがある大塚愛さんの歌になります。音域が多分私の声としては歌いやすいお歌がいっぱいあるんだろうね。そうだからこの歌はプライベートでも歌ったりする時はある。1位はこれも以前のイベントで歌わせていただきました ELT さんのノスタルジアが好きだし歌ってます。家でもちょっと軽く口ずさんだりとかしてる。2番の歌詞がすごく好きで、母とどうしても重ねてしまうんですよ、歌詞が。実際お母様に向けてちょっと作ったみたいな話も聞いたことがあるから、私それ知らなかったんで、なんかより感動してなんか大事にしようって思ってる曲だったりするかな。はい。続いて好きな映画ベスト3位はバーレスク。クリスティーナ・アギレラさんが主演で、もう多分10年以上前の作品だね。田舎にいた少女が歌を歌うことに憧れてて、ひょんなことから街に飛び出して、いわゆる下積みじゃないけど全然歌わせてもらえない、踊らせてもらえない、前に出させてもらえないみたいな環境があるんだけど、ひょんなトラブルから自分がこうパッて歌う瞬間があって、でその実力もあってみんなが「えっ!」みたいになって、そっから彼女のなんかこう可能性っていうかがどんどん開花してってみたいな、こう階段を駆け上がるようになんか彼女の人生が変わっていくんだけど、なんか何もないところからそうやって進んでいく過程を見た時に、私は全然まだこの仕事に就く前とかに見てたから、なんかこんなことあんのかなとかって思ったりとか、ちょっと勇気をもらえる作品だから未だにすごい好き。2位はプラダを着た悪魔かな。これも最初はなんか地味めな女性がやっぱとあるその企業に就職して洋服こだわらなきゃいけないんだっつって、その洗練された環境でどんどん彼女も華やかになってたりとかするんだけど、仕事をする上での挫折とかなんか楽しさとか苦しさとかを彼女なりに感じて成長していく成長物語が好きなのかな。ここだけの話みたいな感じになるんだけど、吹き替え外画の担当マネージャーさんからあるワンシーン1分ぐらいでいいからそれを全部当てれこしなさいって。で私が選んだのは、本編知らない人ごめんね、なんか主人公がなんか編集長からすごいいろんな要求をされて、もうてんやわんやしてるシーンが1分半ぐらいあるシーンがあるの。めちゃくちゃ難しいシーンをあえて選んでそこをやったの。したらなんかそこをなんで選んだのって言われて、やった後、いや難しかったのといろんなシーンがいっぱいあったからなんか挑戦したくなったんですっていうことを伝えたら、なんかマネージャーさんはなんかそれを未だに覚えててくださって、なんかそこから吹き替え系のお仕事いただいたりとか、なんか自分としても
思い出深かったんで今パッて浮かんだ。1位になるのかな今んとこのは、最近映画館に久々に行ってみたチェンソーマンがすごい面白かったです。いろんなところに上がってる予告を見てなんかより気になっちゃって、あとは仲良くさせていただいてる上田玲奈さんからも彼女レゼ役で出演されてるから、ちょこちょこ本編の内容っていうよりかはなんか本人がすごい頑張ったんだみたいな話を聞いてたから、純粋に見たいと思って見に行ったんですけど、あれ本当に映画館で見てよかったなって思った作品だった。なんか最初から最後まですごいこだわられたカットと演出と、原作通り描いてるんだけど、すごいいいものを見せていただいたなって思いましたね。特別みたいなの言っていいですか。1位を超えて特別賞になってるのは自分が出てるもので申し訳ないんですけど、映画大好きポンポさんはちょっともう特別枠に入ってるかな。自分が出てるけど自分のお芝居良かったっしょじゃなくて、作品はすごい宝物の一個だなって思ってます。気になった方はぜひご覧ください。好きなお酒ベスト3位はまだわかんないけどハイボールが少しずつ飲めるようになったっていう報告です。まだちょっと古い図書館の感じがする。で2位はカルアミルクは変わらないかな。でもめったに飲まないけどね最近は。1位は白ワインですかね。別になんかワインこだわってるとか、なんか絶対ここの飲むとか詳しいとかじゃ本当になくて、なんか白ワインでって言って「あ、何にどのタイプにしますか?」とかって言われても甘めのものとか言ったり「おすすめって何ですか?」って「あ、じゃあそれを」っていうぐらいしか知識はないけど、白ワインは結構飲むかな。お食事行ったりとかお酒飲む場だと。自分が男性だった場合のなりたい職業ベスト3。はい、男性だったらほんとパッと浮かんだやつ返ってくよ。トラックの運転手さん。なんでって言われたら分かんない。今浮かんだ。今男性女性関係なくなっちゃうかもしれないけど、川越市役所の役員やりたい。ちょっとリアルかも。1位はマネージャー。今出る側のお仕事でさせていただいてるけど、なんか誰かをサポートするっていうことに自信があるってわけではないんだけど、なんか相談を受けてみたいなことは結構多いから、でなんか男性だったらなんか男性タレントでも女性タレントでもなんか守るより女性よりかはなんか守れそうな感じがするから、なんとなく誰か守るっていうのをやってみたいかもしれない。怖いものベスト3位は暇。いや必要だよ、暇な時間って。あまりに暇だと多分不安になると思う。こう仕事ない怖ってなってくると思うから、なんか3日間ぐらいの連休がたまにあったりするとってなるけど、4日目とかに入ってくるとそんなにもう求められなくなったから仕事ないですかねってなんかなる気がする。それが許されるのはなんか正月休みかな。なんかもう何も考えずに6日7日間ぐらいがっつり休んで、休めって言われてんのにアクティブになるから、もう休み終わっちゃったの、明けましておめでとうございますって言いながら文化放送いたりとかなんかしてるけど、暇がありすぎるちょっと怖い。2位は何だろう。人。良くも悪くもいろんな人がいるから、なんか人の気持ちとか感情ってやっぱ操作はできないし、私やっぱ自然が豊かな土地で育って、昔ちょっとお化けが見えた時期とかもあって、そんな怖い思いしたことはないんですけど、母親とかおばあちゃんに「お化けって
けど良くないのかなとかっていう風に言ったら、大丈夫だよ、もう生きてる人間の方が怖いんだからって言われて、迫ってきてお化けは分かんないかもしれないけど人は怖いでしょって言われて、ね、気をつけなねって言われて、はーいって言ったから今パッて浮かんだ。あとまあ1位はなんだろう、ちょっと人と続いてるけど感情かな。やっぱ感情を出す仕事をしてるっていうのもあるけど、こういう便利な時代になったからこそ我慢強い人が減ってしまった。何かあるとつぶやきたくなる。いいことはいいよ、ハッピーをシェアするのはいいけど、まああんまり人が聞いた時に喜ばないようなこととかをすぐにこう言いたくなってしまう。なんかワンクッション置いて言わずに、そうだったな、でもちょっと一旦考えようって言って、やっぱ時間が経つと人間の感情って落ち着くじゃない。だからそれを待たずに全部バーって出しちゃってとか、感情のままにこう行動しちゃうとか、なんか自分も行動を一歩間違えるとそういう風になる可能性もあるから、だからやっぱそういうところって、まあ、怖いというか気をつけたいなって思ったりするかな。ちなみに私から皆さんに聞いていいですか？一度は言ってみたいセリフって何かありますか？確かにね。確かに行ってみたいですね。ここからここまで全部ください。あなんかまあ王道じゃないですか。確かに。なんかセーラームーンの変身のセリフとか言って浮かんでたろ。私もそれ思いました。変身してみたいと思って変身でって思ったんだけど、私プリキュアだったわと思って。確かに。るじゃん状況がね一番今叶えられやすいのはここだね。こっからここまでください。なるほどね。駄菓子屋だったらいけますね。駄菓子屋。じゃあ駄菓子屋の企画が今後来たら、来るかって思っててほしい。私はなんだろうな。まあ印象的だった、逆に言いたいっていうよりこんなこと言うんだって思ったのは、言わないけど、まさか下ネタを言うキャラクターとかを担当するとは思わなかった。仕事だから言ったんだけど、岸さん見てますか？月が綺麗な後にあんな下ネタを言うキャラをいただけるとは思いませんでしたよ、私は。あそこからです。あ、小原さん言っていいんだみたいな、そういうことじゃないですからね。人生って分かんないなって思って。ということで、なんか気になったものありましたか？私の話を聞いて何のこっちゃろうって思った方は、いろいろ調べていただけたら作品名出てくると思うので、よかったらご覧ください。ということで、何の回だったの今日？ベスト3でした。はい、またね、バイバイ。